はいこんにちは、MD ジャックです。2021TWS のランキング動画に続き、今回は優先モデル編です。こんにちは、アイです。今回はハイブリッドモデルを担当します。ミミーです。私も参加します。フル BA モデル担当ですって、なんだかワクワク。2021年のレビューで扱った優先モデルの本数は約70本、TWS を合わせると大体100本ぐらいでした。まずダイナミックモデル、フル BA、ハイブリッドモデルでランキングを選出して最終的に10本に絞ります。ランキング動画だから一応順位つけてますけど、各セクションの3位以下は振り返りの意味で登場している感じです。再生機材を変更したため、今全部聞き直したら順位変わるかも。気になったモデルがあったら過去動画をチェックしてみてください。それと完全なる個人の好みによるものだということをご承知おきくださいね。ではダイナミックドライバーモデルから。価格帯でいくつかに分けており、一応2021年12月時点での Amazon やアリの価格をチェックしています。まだ予選みたいなものなんで表をさらっと見ていただく程度でいいかなと思います。5000円ぐらいまでのモデルを表示しています。KZ-EDX Pro は EDX のブラッシュアップモデルで EDX よりちょっと価格が上がりますが良くなっていて、低価格モデルでは納得の1本でした。ブロン BLMAX はまだレビュー動画をアップしていません。来年早々にアップしますが、とても感触がいいのでこのランクにしました。そして HG サウンドハートミラーはロングセラーモデルとして君臨している感がありますね。低域が控えめで中高域から高域が綺麗です。次は5000円以上のモデルです。この1万円までの価格帯のランク付けは好きなモデルが多いのでなかなか難しいですね。ムーンブロックアリアは時間の都合がつかなくてレビュー動画を作れずに終わってしまいました。とても良いモデルなので機会があれば作ろうと思います。ウィーザー HE01 はデザインがめっちゃいいし音は元気いいしで文句なし。ティーンハイファイ T3 プラスも素直なチューニングとサウンドステージの広さが気に入っています。BQEYG オータムはニューモデルでまだレビューしていませんが、来年早々にアップ予定で聞いた瞬間に気に入ってしまいました。フィルターがノズル部じゃないところについているので波形比較でご覧いただけるよう準備します。では次はフル BA モデルです。こうして分けてみるとあんまりなかったです。ジャックさんがフル BA モデルあんまり得意じゃないそうです。でも CO ビオグレイバリーはフル BA モデルではぶっちぎりで1位だってジャックさんが言ってました。価格を調べていて気づいたんですけど KZ-AS12 や AS16 の価格がかなり下がっているのでお買い得ですね。 CCA、A10 は単独動画でのレビューは作っていないんですが、最近聞いてみたらとても良い感じで聞けるようになっていて好みが変わったのかななんてジャックさんから聞きました。はい、ちょっと休憩しておしゃべりタイムです。実は私、秋に外耳道炎になって両耳の聴力が1週間ほど極端に落ちたんです。鼓膜は無事でしたが、鼓膜に至るまでの耳の穴の中が炎症で腫れて狭くなって聞こえが悪くなりました。耳を酷使したからですか？痛かったですか？腫れたから痛かったよ。熱も38度5分ぐらい出て念のため PCR 検査もしたよ。結果は陰性だったから外耳道炎の熱だったんだろうね。耳鼻科に通い1ヶ月ぐらいで完治したんですが、回復の過程で腫れが引いて外耳道の溶石がだんだん元に戻ってくるんですよ。その都度イヤホンをつけてある1モデルのモニターをしていたんですけど、広域がだんだん聞こえてくるようになったんです。外耳道の溶石は小さいより大きい方が広域が聞こえるってことかなんて思いました。自分には広域がきついと思っても外耳道の溶石の違いで全然大丈夫な人もいるんだって解釈しました。全くそんな時まで耳を酷使してたの？職業病だね。いやいや職業じゃないから貴重な体験でしたが、いい音で音楽を聴くにはまず耳の状態を万全にしておくことが何より大事って思いました。皆様もお気をつけください。ほんと気をつけてくださいよ。レビューできなくなったら元も子もないんですから。ではここからはアイがハイブリッドモデルをお伝えします。5000円までのランキングは KZ のモデルが強いなぁと思いました。1BA プラス 1DD のラインナップが豊富ですからね。そんな中1位はやっぱり話題となったモデル CCA-NRA でしょう。 TKZK ウェーブもやっぱり来たかという感じですね。これほんとじわじわ良さが来るわ。5000円以上では KZ、ZAX をあえて入れています。比較対象として今年の動画での登場回数も多かったと思いますし、改めて聞くとやっぱり良かったから CA16 と CA16 Pro では CA16 を上位にしました。僅差ですが CA16 の方が好きってだけです。 KZ 以外のメーカーのモデルもこの価格帯では増えていて激戦区ですね。中タイヤフォンのこの価格帯は性能比が一番美味しいところでもあると思います。そして1万円以上のモデルはこんな感じです。低電圧静電型やピエットドライバーを搭載しているモデルが自然と上位に来ました。 VQEYG サマー思えばこのレビューあたりからレビューするモデルの価格が上がってきたなぁと。 VX Pro はジャックさんが外耳道炎の時にずっとモニターを続けていたモデル。そしてナイス HCK-NX7 M3 はジャックさんも愛もお気に入り。フィルターで音質調整できるのもいいわ。はい、じゃあ今度は各ドライバーごとの順位です。低価格でこんないい音出るのっていうモデルを皆さんお探しになっておられると思うので価格も若干加味しています。トータル順位の10本も気になりますが、ドライバーごとの順位を見ると、ああ、やっぱりそうだよねって納得できるものばかりです。ミミーも陰ながらずっとレビューを見てきて、ダイナミックモデルでは T-Hi-Fi T5、CCZ エメラルド、ハイブリッドモデルではキネラ BD005 Pro、TKZK ウェーブなんかがお気に入りです。最終ランキングの前に、アイとミミーからレビューを通して思ったことをお話しさせてください。まずアイから。
たくさんのモデルに接していて感じたこと、レビューのお手伝いをずっと続けてきて思ったことなんですけど、第一印象はメリハリがあって良い音と感じても波形を見ると強いドンシャリだったりして長時間使用だと疲れるなんてことがよくあって、個人的にはこれを似顔絵チューニングと呼んでいます。特徴を誇張することで印象付けは良くなりますが、本来の像とは違う気がするからです。レビューでそういうタイプのモデルが続くと、もうお腹いっぱいって感じになります。なので最終的に上位にランクインしているモデルはあまり派手さはないけど、各帯域が極端に強調されずバランス重視のモデルが多いです。ただ例えば波形で見た時に広域がかなりきつめに出ていても、再生する機材で受ける印象が大きく変化することもあるので、再生機材が複数あるなら色々試してみるといいんじゃないかななんて思います。ではミミィちゃんどうぞ。音の好みは変化するって思うのね。たくさんのモデルを聞くほど音質に対しての許容量って増えるみたいで、以前は苦手なモデルだったはずなのに改めて聞くといいわっていうことも結構あったりするよ。それだけ脳の音に対するストライクゾーンが広がるってことなのかな。愛ちゃんもミミィちゃんもすごいわ。びっくりした。愛ちゃんはメインナビゲーターの目標も叶ったし、ミミィちゃんも装着感だけじゃないセクションで活躍してる。ジャックさんに鍛えられましたからね。裏で何度泣かされたことかというのは冗談ですけど、ふふふ。ああ、びっくりしたにゃ。もうでは最終ランキングです。いいモデルは他にもたくさんあるので10本に絞るのは難しかったですね。ここでは同率1位にしていますが、上位3本はやっぱりいいですね。ここに並んだ10本はよく使用しているモデルが多いし、再生機材を変えてから聞いてみてさらに良さが分かったモデルもあります。低価格から1万円ぐらいまでのモデルが半分ぐらいを占めているので、そんなにイヤホンにお金をかけたくないけどいい音が欲しいというニーズを叶えてくれるモデルたちだと思うので、参考にしていただければ幸いです。今年は1年を通してイヤホンのレビュー動画を作り続けることができました。苦しい時の方が多かった気もしますが、続けられたことに対する達成感はあります。皆様のコメントが大きな励みになり、コメントでいただける情報は本当にありがたかったです。来年も淡々と音と波形た言葉でレビューしていきたいと思いますので、ご覧いただければ幸いです。愛ちゃん、ミミィちゃん、1年間お疲れ様。来年も一緒に頑張ろう。はい、頑張ります。ミミィも頑張るよ。変身するかもしれないから期待しててね。変身できるの？変装じゃなくて？じゃあ楽しみにしてるよ。ということで MD ジャックチャンネルイヤホン優先モデルランキング2021でした。ではまた来年、良いお年を。